誰に対しても相手が人であれば、いい影響を及ぼすこともだいぶ可能ですと。同じこと言ってるんですけど、全然受け取り方違いますよね。むしろプラスでいい関係が築けてるなと。この辺を全くもって考えてないですよ。こんにちは、モンジです。このチャンネルでは、今の時代に通用する組織づくり、育成術など役に立つ内容をお話しています。ぜひ、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。はい、本日もよろしくお願いいたします。お願いします。本日の、テーマがノンバーバルコミュニケーションの重要性ということで、非言語、このテーマに沿って今日はちょっとお話をいただければと思いますが。そうですね。仕事をする上でのスキル、僕らまずソフトスキルとかハードスキルとかコンセプチュアスキルと分けてるんですけど、その中のソフトスキルというふうに定義していて、その中でコミュニケーションですよね。ここに関して、重要なことっていくつかあって、それを教えてるんですけども、その中の一つが、まさにノンバーバル、非言語ですね。コミュニケーションの重要性だと。そうですね、喋っていきますと、新入社員とか若手に話す理由としてはですね、社会人として信頼されるために、ノンバーバルコミュニケーションの重要性を理解し実践できるようになることっていうのを目的として教えてますと。ノンバーバルコミュニケーションとはまた後で説明しますけど、要は言葉を使わないコミュニケーションですよね。表情とか、そうですね、ジェスチャーとか、視線とか、声のトーンとか。なるほど、なるほど。結局、対人であれば、誰にでも影響を及ぼしますね。正直、ノンバーバルコミュニケーションが上手だったら、対人関係、いわゆるそれこそ異性とか家族とか友達とか、仕事で言うならば上司部下、同僚、お客様とか、誰に対しても相手が人であれば、いい影響を及ぼすこともだいぶ可能ですと。正直、コミュニケーションの僕は肝だと思ってます。相手からしてですね、印象を大きく左右するものですと。今ちょっと喋っちゃいましたが、なぜ重要なのかというのが、書いてある通りですよね。言葉以上にやっぱ伝わり方って結構影響を与えますよ。これ後で実践すると、なるほどねってわかるんですけど、結局第一印象とかもやっぱ大事ですよね。仕事での評価にもすごく関わる。そうですね、確かに。相手に好印象を与えてスムーズなコミュニケーションを取るためにやっぱり必要です。どう活用するのか、これもちょっと言っちゃいましたけど、対人だったら全部役立ちます。まずね、新入社員とかであれば信頼される社会人になるためのやっぱスキルの一つでもあると思いますし、結果職場でのいい人間関係づくりにつながります。結構やっぱりね、最近は人に悩む人もね、多いですからね。こういうのをうまくやってもらえると、人の悩み事っていうのは減るんじゃないかなと思います。なるほど。ノンバーバルコミュニケーションって何なんだっていうところからお話していくと、繰り返しになりますけど、字のごとく言語に頼らないコミュニケーションを意味しますと。いわゆる表情、視線、ジェスチャー、姿勢、声のトーン、話す速さなども含まれますと。言葉よりも影響力が強く、無意識に使われることが多いですね。もうちょっと解説すると、だから話すとかメッセージを書くとかいった言葉を使うコミュニケーション以外の意思伝達方法を指していると思ってください。他者とコミュニケーションを図る上で、表情や顔色、声のトーン、話す速度、ジェスチャー、視線とかは、言葉以上に本当に大きな役割を果たしますよと。こうした非言語コミュニケーションを私たちは結構無意識に、時に意識的に使い分けちゃったんですよね。だから非言語コミュニケーションもちゃんと意図して、意識してちゃんと使えれば、すごくいいもの、いい方向に行きますよということですね。これメラビアンの法則っていうものがあるんですね。7、38、55ルールみたいな。要はコミュニケーションを取るときに受け取る情報をですね、100としたら、相手から発せられる言語の内容である、要は言語情報、要は何を喋ったかが 7% であると。100のうち 7% ですよ。そんなもんなんですか？で、声のトーンや口調、大きさ、話す速さなどの要は聴覚情報から 38%。で、相手のジェスチャーや視線、表情といったこの視覚情報ですね。から 55% 得てると。って言われてるんですよね。つまり言いたいことは言語メッセージ、何を喋ったかではなくて、それ以外の聴覚情報と視覚情報のコミュニケーションによるメッセージの方が影響力が強いんですっていうことがわかります。だから何を言ったかももちろんね、大事だと思いますけど、でもそれよりも
この辺から入ってくる情報の方がどう思われるかにとっては重要ですよ。これ何言ってんだろうなみたいな、ちょっとわかんないなっていう人結構いるかもしれないんですけど、僕会社でこれを説明するときにこう言うんですね。あなたのことをね、例えばあなたに付き合いたいとかプロポーズしたいとかっていう相手がいるとするじゃないと。あなた受け手側ねと。A さん B さんやりますよと。A さん、俺何々さんのことが好きだからぜひ付き合ってほしいんですけどとか、プロポーズされてしましょう。僕と結婚してくださいみたいな言い方と、ね、B さんだったら、〇〇、俺はお前のことが大好きだ。結婚しよう。同じこと言ってますよね。同じこと言ってるんですけど、全然受け取り方違いますよね。多分僕だったら、前者の人は、本当に好きなの本当に結婚したいと思ってる言わされてるみたいに思うんですよね。だから言ってること同じですよ。でも、そのぐらい受け取り方変わりますよ。本当に変わります。これだから会社で言ってるのよくですよね。朝来て、おはようございますって言われるのと、おはようございますって言われるのと、どう思いますかと。運命の差ですね。受け取り方。だから受ける方そう捉えてますよね。あなたも絶対そう捉えてますよ。で、いや、私はそんなの関係ないよと。絶対嘘、そんなことないと。レストランに行った時に、すんごい不愛想だなと思ったら、なんか不愛想なんですけど、仮に言っちゃったとしては、言っちゃったとして、美味しい料理食いに行けないでしょ、関係ないでしょ、俺の態度なんて。って言われたら、そうですね、納得できますかみたいな。でも同じですよね。だってレストランに行くって言ったら物を食べに行ってるわけですよね、価値提供としては。だから店員の態度なんか本当はどうでもいいはずなんですよ。だって物を食べるだけだったら。でも気になりますよね。もっと言うと見た目も気になりますよね。やっぱり人はなんだかんだ言いながら何を言ってるかということよりも、視覚情報、聴覚情報に移る情報で言ったかっていうのは結構大事なんですよ。こういう具体例がありますよね。仕草やジェスチャーなどっていうのは、同じ条件でもいくつかの解釈がありますと。時には全く異なる感情を意味することもありますと。例えばですよ、ちょっとさっきも例で言いましたいつもより目を合わせない仕草は、初めだったらね、この人シャイなのかな、喋ってるのに目を合わせてくんない、シャイなのかな、だし、慣れてる人からすると、なんかこいつ退屈してんのかな、話聞いてないのかなとか、こいつ全然俺の話聞いてないのに疑義的だわ、懐疑的になったりとか、もしくは、こいつ俺のこと嫌いなのかなっつって全然なんか目合わせもしないし、話聞いてる感じも会釈もないわ、うなずくこともないわみたいなね、こういう風に取られちゃうこともあるし、逆にいつもより目を合わせると、話ちゃんと聞いてくれてんだって思う時もあれば、それが強すぎると、なんかそう怒ってる、その顔怒ってるみたいなね感じもあるかもしれないですし、胸の前で腕組むのはね、例えば身構えていたりとか、例えばこうですよね、ありがとうみたいなさ、ね、なんかそういうのもね、いろんなだからやっぱ感情が浮かぶわけですよね。心理学的側面強いですね。そうですね。でも一般的に言われてるのは、例えばこういう事象に関してこういう風に想定される意味。だからよく言うその挨拶が大事だよとか、挨拶がすごい気持ちよければ、少なからずとも相手は私に対して嫌な感情を持ってないとか、むしろプラスでいい関係が築けてるなと、この挨拶だけで思うこともあると。逆もそうですよね。挨拶がめちゃめちゃ感情悪ければ、この人俺のこと嫌いなんじゃないのみたいな、俺この人に挨拶するのバカらしいから挨拶だよみたいな、ここまで思わせちゃう可能性があるんですよ。敏感な人ほどとか対人関係とかもそうですし、ノンバーバルなことを意識してる人にとってはめちゃめちゃ考えるわけですね。人を動かすのが得意な人とか、人というものに対して何かすごいやっぱやってることとか、それこそ皆さんがおっしゃる尊敬されるリーダーとか、尊敬される人とか、いい人とかっていうのはすごいノンバーバル結構ちゃんとやれてますよね。やれてる方が確率なんですよ。逆に人のことに嫌われるとか、コミュニケーションがうまくないとか、この辺を全くもって考えてないですね。そういう意味では本当に頭良くないと思いますけど。なるほど、面白いですね。書き方変えたのはこういうふうに書いてありますけど、対人コミュニケーションなりは先ほど言った音声的なチャンネルと非音声的なチャンネルの2つに大きく分かれますよね。音声的なチャンネルはさらに言語的なものと近言語的なものに分けられますと。言語的なものっていうのは言葉に含まれる内容や意味を指して、近言語的なものっていうのは声の大きさや高さ、話す速度、発言のタイミング、先ほど言った間ですよね。言葉を発する際の属性を指すんですよね。
非言語コミュニケーションっていうのは対人のそのコミュニケーションチャンネルの中でも、近言語的チャンネルと非音声的チャンネルを使用したコミュニケーションを意味しますと。ですから、ここと、ここですよね。はいはい。まあでもこれを考えただけでも、ね、1個に対して何個あんねんみたいな。確かに。こういうのはやっぱ考えていかないとダメですよね。だから、やられたらみんなね、例えばその新入社員とか若手がね、とか、みんなも、あるあるって思うのは、一度は上司にやられたことありませんかと。例えばそっちから入ってきましたと。上司がパソコン打ってますと。おはようございます。お疲れ様です。お疲れ様。ありますね。おはよう。どこ見とんねん、お前。言いたくなる。これやられるとすごい嫌な気分になるじゃないですか。まさにこの非言語コミュニケーションで、そういう人は大体こういうわけですよ。いや、挨拶したじゃんと。いや、確かに言葉はおはようって言ったよと。誰に言ってるのか分かんないしと。受け手がやっぱそう思うわけですよ。だから自分はそれをしないようにとか、むしろプラスに使えるようにした方がいいですよね。だからやっぱり結局仕事ができる人とか、人を動かすことができるとか、人を巻き込める人とか、営業もすごい取れる人とか、採用できる人とか、全部非言語コミュニケーションが基本能力値高いですね。なんかそこ意識して見てたら面白いですね。あとはちょっとそうですね、まとめていくとあれですけど、具体的にどう実践するかっつって、やっていく中で、分かりやすいポイントからいくとやっぱ姿勢ですよね。例えばだからもう一回言いますよ。背筋を伸ばし、堂々とした印象を与える。これ姿勢だけですよ。こういう姿勢と、全然違う。こういう姿勢と捉えられ方違いますよ。姿勢も当然見る。あんまりこうやってすごい見ちゃうあれかもしれないけど、見る。見ないっていうのはやっぱダメですね、さっき言った通り。表情はやっぱなるべくニコニコするのが大事ですよ。基本これがなくてムスッとしてる人いるじゃないですか。ムスッとしてるわけじゃないんだけど、ムスッとした顔とか、怒ってるってよく言われる人います。機嫌悪いとか、なんかあったってよく言われる人気をつけた方がいいですね。あと声のトーン。大きいか小さいかも大きすぎたり小さすぎたりすると微妙なんですけど、これはパターン、その場の状況とかにも合わせますけど、原則は明るくハキハキ話すことが必要ですと。これ特に電話とかめちゃめちゃ必要なんですよ。なかなか最近のね、若い人電話しないと思うので、めちゃめちゃ重要です。声の印象だけで本当に電話って決まるじゃないですか。何を喋ったかよりも、声のトーンとかハキハキ具合で結構判断されちゃうんですよね。あと、相槌、リアクション、これ結構大事です。相手の話を聞くときに、そうなんだ、って聞くのと、そう、聞いてないでしょ、話。って言われがちじゃないですか。うなずくとか適度に相槌を打つとか、話を聞いていることをやっぱりちゃんとこの非言語で伝える、みたいなのはうなずくとかリアクションが大事ですよね。なるほど。仕事での活用例としたら、上司先輩とか広告相談時は声が小さいとだから自信なさそうとか、相手の目を見て話すことでちゃんと真剣さが伝わるとか、社外の人との電話対応とかも声のトーンや話し方が重要。相手の言葉をしっかり聞き取り適切にリアクションすることも大事。で、社内のコミュニケーション。相手が話しやすい雰囲気を作ったりとか、こちらも話しかけやすい、こちらも話しかけられやすいとかですね。こういうのをちゃんと使い分けたりとかすると。こういうの大切ですよね。なので、いろいろ言いましたけど、新入社員とか若い人はですね、社会人としての振る舞いを意識できるようになったら嬉しいなと。で、自分の印象を良くする方法を学んですぐに実践できるんじゃないかなと思いますし、話し方、態度によって仕事の評価が変わることを理解した方がいいですね。いや、そんなの喋り方もさ、と。態度も関係ないじゃん、仕事の結果にはっていう人いるんですけど、確かに関係ないこともありますと。でも、割と関係しますよと。だってね、そもそもやっぱり気持ちよく話せない人に大事な営業を生かしたくないですもん。確かに。暗い人に仕事頼みたくないですもん。暗い人に大事な仕事任せたくないですもん、なるべくね。やっぱり結構チャンス巡ってこないとか、機会が来る来ないもそうですし、来なくていいよって言ってても、やっぱりそういう雰囲気の人には、みんなからはあんまり声かけられないし、対人関係やっぱりうまくいかないと、必要以上にいい人になれって言ってるわけじゃなくて、うまくだから対人関係のスキルを身につけて実践しておかないと、いろいろだから自分にとって不都合なことも来ちゃいますよ。そうですね。僕はもう長い間働いてきて生きてきて、この辺のノンバーバルコミュニケーションができた方だと思うんですよ。で逆にできたからこそすごい良かったこといっぱいあって、これできてなかったら自分の人生下手したらもう180度ぐらい違うんじゃないかなと思うぐらい結構大事ですよね。明日から意識してやっていただけたら嬉しいです。ありがとうございます。
皆様からいただくいいねやコメントはいつも見ていて励みになっています。この動画が気に入った方は、ぜひいいねやコメントをお願いいたします。